では、始めていきたいと思います。つながってますかね？もし、ですね、こちらのライブを見てらっしゃる方がいらっしゃいましたら、なんか反応していただければと思います。別にこういう形のものでもいいですし、何でも構いませんので、参加していただきたいと思います。はい。ということで、今回、本当にね、参加していただいた方々、本当に感謝したいと思います。で、この時間をわざわざ作っていただいたのと、本当に急遽もう発信しまして、本当に見ていただいた方もいらっしゃるんですけども、よろしくお願いしたいと思います。で、今回、そうですね、今回ね、ライブ中継ということで、シンガポールと、この新宿とですね、そして、神戸でしたっけ？はい。そして、同時開催ということで、よろしくお願いしたいと思います。まあね、私自身がもうね、本当に約2年ぐらい経つんですけれども、ケイデンさんに本当にお世話になってまして、ケイデンさんのおかげで、株式投資ですとか、投資に目を向く形になったんですけども、実はそれまで本当、投資というものが全然自分自身が本当に失敗ばっかりだってですね、事業してもそのお金をね、投資に使って、で、投資でこう燃やしてしまうっていうパターンだったんですけど、本当にそういった意味でも、ケイデンさんから学んだことが、大きく自分の人生を変わってきたということもありますし、本当に大きな変容をしました。と同時にですね、投資関係の方々と知り合いが多く増えたり、そしてビジネスだけじゃなくて、投資の会話をすることもできたり、そういった意味でもですね、本当に自分の人生が広がったとか、世界が変わってきたということもありまして、ぜひそういう方々ですね、多くの方々にですね、皆さん伝えていきたいなと思いまして、今回開催したいと思いました。ということで、シンガポールからケイデンさんと、今回通訳で関佳代さんに、一緒に出ていただきたいと思います。お二人、ぜひよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということでですね、ぶっつけ本番なので何から始めていいかわからないということもありますけども、もし質問したい方がいましたら、コメント欄に質問していただきたいということと、ですね、僕ら自身も2年ぐらいかけてずっと一緒に行動させていただいてるんですけども、そのぶっつけて話したら大丈夫ですかね。Okay. We are ready for a short while. Yeah. どうしましょう？じゃあ、何から？はい。まず最初に、ケイデンさんのことを知らない方もいらっしゃるんですけども、ケイデンさんは、シンガポールでですね、本当に投資分野ですとか、それ以外にもですね、書籍ですとか、ニュースとかテレビとか、いろんな形でですね、メディアに出てまして、今、11カ国で、実際、自身のですね、セミナーを開催していまして、で特に日本ではですね、今回、去年、この、初めての株入門、この本が発売されまして、そして、その間に3回ぐらい一緒にセミナーをさせていただいて、そして10月のですね、6日なんですけども、ワールドビジネスエキスポ、1万人の前でですね、ちょっと登壇していただいたということもあります。で、カイさんも一緒に登壇していただいたのその当日ですね、ロバート清崎さんの、通訳も同時にしていただいたんで、本当にですね、ダブルヘッダーで大変だったと思うんですけども、そういった方々でちょっと今回お話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、真ん中に黒い本が、ケイデンさんのシンガポールの本ですね。はい、よろしくお願いします。今ね、ケイデンがですね、持ってる、The Book of Hope っていうのが、日本ではね、まず翻訳されてないんですけれども、シンガポールの方で、ケイデンが発売した本で、もう一つの方のね、持ってる本もですね、シンガポールで発売されている。シンガポールではね、大変メディア的にも有名な、投資家であるケイデン・チャン氏ですね。We're talking about just introduce yourself. I mean, not many people knowing it at the moment, so just introduce yourself. Okay? So, Yeah, yes, please. Yeah. So, my name is Cayden. 私、ケイデンと申します。Yeah. So, in Singapore, I'm an investor. シンガポールでですね、私、投資家として活動しております。Yeah. So, I've been investing since my early 20s. 20代の最初からですね、私、投資を始めたんですが、So, I'll be turning 48 this year. 48になるんですね、今年。Yeah. So, I think I've been investing for about 20 plus years. つまりですね、20年以上のですね、投資経験があるということになります。Yeah, but unfortunately, I spent about 8, 9 years losing money. 残念ながらですね、最初の8年、9年というのはお金をなくし続けました。Yeah, because I was in fact gambling, believing that I was investing. つまりですね、投資だと思っていたことが実はギャンブルと同じことをしていたということになります。Yeah. So the first 8, 9 years of my journey, I've learned what not to do.
まずですね、この8年、9年で私が何をしてはいけないということを学びました。Yeah, it was the second phase of my life. Then I realized, then I learned what to do. そしてですね、第2のフレーズですね、私の人生における第2のフレーズで何をすべきかということを学んだわけです。Yeah. So it started when I was working for someone, and then I went inside the office of my subordinate's room. I went inside my subordinate's office. Yeah. つまりですね、私はですね、まず、会社員として、企業に働いてたんですね。Yeah. So during the time, I really lost all my money. しかしながらそこでですね、投資したときはほとんど、残念ながらお金をなくしてしまいました。Yeah. So I realized that on his book, there is a book about investing. 本にですね、投資という本は、ね、たくさん出てるんですが、Yep. So it was a book that I've never seen before, and I asked my subordinate, what is it all about? サボリネート、それがですね、どういったことなのかっていうのを考えました。Yep. So he told me the book is about value investing. そしてですね、この、本がですね、記した後のバリュー投資という方法だったんですね。Value toshi. So that was the very first time that I came across this word value investing. そこでですね、初めてこの、バリュー投資ということを知ったわけです。So I wanted to know what it is all about. そしてですね、バリュー投資とは何なのかというのを学びたかったと。Yeah. So I have lunch with this subordinate. このですね、sorry, subordinate was a colleague? Sorry. What does it mean for the subordinate? So in ours, I had lunch with the subordinate. Subordinate the colleague? You talking Yeah. about? Subordinate is my colleague. That means the Okay. staff that's reporting to me. Okay, sorry about that. Yeah. まずですね、私の会社の同僚とですね、ランチをしながらこの話を聞いたわけです。Yeah. So he shared me more, and that marks the beginning of my investing journey. それがですね、私の投資の、旅のですね、スタートとなりました。Yeah, so the important thing for this session is if I would have started much earlier, then I would save a lot of time, then I wouldn't have lost money. つまりですね、ここで皆さんに分かっていただきたいのは、私がそのことをもしもっと前に知っていればですね、私の時間とお金をなくすことはなかったということになります。Yeah, but sometimes we don't know what we don't know. We do not know what is right and what is wrong. Until し we か make し a ながら mistake. ですね、人間はですね、どのような、失敗を犯すのか、どのようなことを知っているのか知らないのか分からないということがあるんですね。Yep. So I really hope that through this Zoom session, people will get to learn what not to do and what to do. つまりですね、このズームセッションを通して皆さんに分かっていただきたいのは、何をするべきで何をしないっていうその選択肢ですね。Yeah. So that they would not lose money, but they can make consistent passive income. そしてですね、お金をなくすことなく、一定のですね、不労所得を得ていただきたい。Yeah. So that is the key objective for this session. このセッションのですね、一番の目的はそこになります。Yeah. So there are, I think, 20 plus people watching, right? The video. 現在ですね、20人ちょっと見ていただいてるんですかね。Yeah, I saw on Facebook it's 21. Facebook でですね、21人になっているみたいですね。Yeah. So let me see. Yeah. So who is in the Zoom? Let me see. I only saw 3 participants. 3人 Sunny. 3人で、Yes。やっていきますね。Zoom のセッションの方はちょっと人が入ってないようなんですけど、それでいいんですかね？大丈夫ですか？多分大丈夫です。そのまま動画撮ってますんで大丈夫です。That's okay. We're taking the recording on Zoom, so that's okay. Oh, okay. Yeah. Okay, good. We better keep doing that. Keep doing. Yeah. So maybe I talk about the importance of investing. まずですね、投資の、重要性ですね。Yeah. So I went over to Japan, I think about 2 plus years ago. 日本にですね、私が最初にいたのは2年以上前になるんですが、Yeah. So before I went over, I didn't know about the inflation rate in Japan. I didn't know about the bank's interest rate. まずですね、私が日本に行くまではですね、インフレ率ですとか、銀行の利息の利率です、金利ですね、について私知りませんでした。Yeah. It's only when I do some reading up and I realized that, wow, sometimes the interest rate for the bank, it can be negative.
もちろんですね、銀行のですね、金利がネガティブなケースが、日本の場合ありましたよね。Yeah, which means that you have to give the bank money to put your money in the bank. つまりですね、この日本における金利がマイナス金利というのはですね、銀行にお金を預ければ預けるほどお金をなくしながら預けているということなんですね。Yep. So that is something that I've never heard of in all countries, well, all the countries in Asia. アジアですね、こういったことが起きている国は実はございません。Yep. So usually for banks is you give the bank money and then the bank give you money, give you interest. つまりですね、銀行にお金を預ければ、利息という形であなた方はお金を受け取ることが普通はできますよね。Yep. So I can imagine that if let's say I'm a Japanese and I put money in the bank and I still have to pay bank money. そしてですね、もし私がですね、日本人だとしましょう。そうすると、銀行にお金を預けることで、まだ余計にですね、お金を私は銀行に渡しているということになります。And then for the price of the goods that we are buying, for example, our food, our transportation are increasing every year. Then we're actually getting poorer and poorer. そしてですね、現時点でですね、消費するもの、例えば食べ物だとかそういった日用品ですね、それは年々上がっていくということで、どんどん貧乏になっていってしまう。Yeah. So knowing that the inflation plus the negative interest rate is going to make us poorer, then now the question is we're supposed to do something else. つまりですね、インフレとですね、このマイナス金利によってどんどん貧乏になっていく。じゃあ何をするべきなのか。Yeah, if we don't do something else, then nothing is going to change. つまり何かあなたが、今までと違うことをしなければ、あなたの現状は変わらないということですよね。So I just personally felt that if, let's say we could learn an extra skill, an extra life skill. もしですね、あなたがですね、人生におけるライフスキルを手に入れることができたなら、Yep, that could give us multiple streams of income. Isn't it better than doing nothing? つまりですね、このスキルを得ることで、複数収入の一つを得ることができたとしたら、何もしないっていう状態よりもよっぽどいいですよね。Yeah, that's why I find that investing is very important for Japanese and of course for everyone else. それがゆえにですね、私自身が感じたのは、日本人にとって投資がどれほど、重要であるか、そして、他の国の人にとっても重要であるかということを、実感いたしました。And one more thing I've learned from the Japanese culture is the working hours in Japan is really long. そしてですね、日本の、文化ですね、そのしきたりで考えると、日本人の労働時間というのは非常に長い。Yeah, and I've even learned this term called karoshi, work till death. そしてですね、私は日本語でですね、過労死という言葉を学びました。Yeah, so I've never heard this term before, never. 残念ながらですね、この言葉をですね、私、世界各国回っていますが、こんな言葉を聞いたことはありませんでした。Yeah, until I went to Japan. そして日本に、行くことになって、その言葉を初めて知ったんですね。Yeah, so my learning lesson is I think Japanese are really hardworking people. 日本人というのはですね、本当に、懸命に、実直に働く国民であると。And because they are hardworking, they should deserve a better life. そしてですね、その、実直に働くことでですね、当然良い人生を受け取るべきですよね。And to do that, it's important to learn an extra skill, especially a skill that will allow us to generate more income. だからこそですね、今後将来における、自分自身の収入をもっと増やすようなスキルをですね、ぜひ学んでいただきたいと思っております。Yeah. So maybe I can use this flip chart paper at the back to illustrate how we can become wealthier. そしてですね、今からこの後ろの紙にですね、私どもがですね、どうやったら、裕福になっていけるのかというのを説明していきたいと思います。Yeah. So most of us, we work for someone. We work for a company and we are an employee. 多くの方がですね、誰かの会社とか、そういうところで働いていらっしゃると思います。Yeah. So in other words, the income, in other words, we will only have income if we work. If we don't work, we have no income. つまりですね、労働時間、つまり自分の時間と引き換えにですね、皆さんお金をいただいているんじゃないでしょうか。Yeah. So this income is active income. これをですね、アクティブ収入、アクティブインカムというふうに名付けましょう。Yeah, you only have it when you work. あなた自身が働く時間を提供して、あなたが、収入を得る。Yeah, maybe let me use another piece of paper. ちょっとね、違う紙にもう一度書かせてくださいね。ごめんなさい。Okay, active income. これをアクティブインカムとしましょう。Yeah. Now, bear in mind that if we stop, the income will stop. つまり自分自身がこの働くことをやめると、収入がストップしてしまいます。Now, so wouldn't it be nicer if one day we can choose not to work, but yet income comes in?
しかしながら、もしあなたがですね、働くことをやめても、収入が入ってくる状態になればいいと思いませんか？ Yeah. In order to do that, we must take this active income and put it somewhere else. そしてですね、このアクティブインカムを、もう一度他のところに持っていく。Yeah. For example, in Singapore, people like to put active income and then they invest into real estate. このアクティブインカムをですね、不動産の、投資に持っていくと。So last year, October, when I spoke on the same stage with Robert Kiyosaki, he loved real estate. そしてですね、去年ですね、10月6日にロバート清崎さんとお話しさせていただいたときに、彼はですね、多くの金額をですね、この投資、不動産投資にやっているという話でした。Why? Because this real estate generate passive income. なぜかというとですね、この不動産投資というのはですね、不労所得を生み出すからなんですね。Of course, other than real estate, you can invest in other things. もちろん不動産以外にも投資ということはできます。For example, the one we are talking about this session is called stocks. そしてですね、このセッションでもお話していく、株式投資ですね。Stocks are simply a representative of a business. ストック、株というのはですね、ビジネスを、象徴するものであると。For example, this symbol McDonald's is a business. この、シンボルはですね、マクドナルド、そして、横にあるのが、So Coca-Cola is a business. コカ・コーラも、両方ビジネスですよね。It can be Nike. Nike is a business. ナイキもそうです。ビジネスです。Yeah. So if we buy the shares, we are owning a portion of the business. そしてですね、もしあなたが株式を買うというのは、このビジネスの一部分を手にするということと同じ意味ですね。So, for example, for US stocks, they pay dividend 4 times a year. アメリカの場合ですね、年間の配当金が年4回支給されます。So, if you buy stocks, the business pays you. つまりですね、もしあなたが株式を、購入した場合、ビジネスがあなたに、配当金という形でお金を、支払ってくれます。And the interesting thing about stocks, especially US stocks, is they pay you 3 types of passive income. そしてですね、アメリカの、株に、特にアメリカの株に、ついてなんですが、3つのタイプの不労所得を生み出すことができます。So the first type of passive income is called capital appreciation. そして1つ目がですね、資本増加と呼ばれるものですね。日本ではキャピタルゲインとも言いますが。So you buy cheap, sell expensive, you have capital gain. つまりですね、下のですね、低価格で買って高価格で、売却することによってキャピタルゲインを生み出すことになります。So while waiting for capital gain to take place, you collect dividend. そしてこのですね、キャピタルゲインを生むまでの間ですね、待ってる間に受け取っていただくのが配当金ということになります。Remember, for US stock, they pay us 4 times per year. 言いましたよね、配当金、アメリカ株の場合は年4回の配当金が支給されます。And a third type of passive income is through selling options. そして3つ目のですね、不労所得がオプション、セリングオプションということですね。So for capital appreciation, it's long-term passive income. It may take years. そしてキャピタルゲインはですね、時間をかけて長期的投資ということになります。Yeah. Dividend is mid-term. It will happen every 3 months. そしてですね、配当金はですね、中期投資、つまり3ヶ月おきに、現金を手にすることができます。And options will be short-term. そしてオプションがですね、短期投資という、短期的投資という、見地から、見れます。Now, which means that by learning an extra skill outside what we already know, we are able to generate 3 sources of passive income for the rest of our life. つまりですね、このスキルをですね、手にすることによって、この3つのタイプの不労所得の収入を永遠にあなたが手にすることができるんです。Yeah. So let's say those people watching this video, let's say you're age 40. 例えばですね、この今、動画を見てくださっている方が40歳だとしましょう。So you're age 40 today. 本日40歳だとしますね。Now, an average person can live up to 80 years old. そしてですね、80歳まで皆さん生きると想定してみましょう。Yeah, for Japanese, they might live even longer than Singaporeans. 日本人の場合ですね、多分シンガポリアンよりも、長く生きるんじゃないでしょうか。So I remember that when my parents were alive, they said one thing to me. そしてですね、私の両親が、生きている時に言っていたことは、They said that in Singapore, we are not worried that we live very long. シンガポール人はですね、そんなに長生きすることを心配する必要はないんだよと。Yeah, they said that they are worried that in Singapore, if you live very long and we are poor, that's going to be horrible.
つまりですね、シンガポール人が心配しなくてはいけないのは、長寿になることによって、その結果、貧乏になるということなんですね。So let's say we live until 80 years old. もし80歳まで生きると想定してみましょ We have 40 very long years う。over つ here. まり40年のですね、長い、期間がここに存在するわけです。Yep. So if let's say we live very poorly, we have 40 years, then our life is going to become very bad. もしこの長い期間をですね、貧乏だという状態で、過ごすことになってしまうと、本当に、悲しい結果を生み出します。On the other hand, if we have 3 sources of passive income, もしもですね、そこでですね、3つのタイプの不労所得をあなたが得ることができたとしましょ we have long-term capital appreciation, う。長期投資である、資本増加。we have mid-term dividend, そして中期投資である、配当金。and we have short-term selling options そして短期投資であるオプション取引。for the next 40 years. 次の40年間ですね、And if we add all this money up, このすべての、金額を、加算したとしましょ yep, and you look at the pile of cash in front of you, it's going to be a lot of money. う。つまりですね、あなたが、手にするキャッシュ、現金はですね、非常に大きなものになるということがお分かりになりますでしょうか。But of course, the money is just a means to an end. It's not the end of the journey itself. つまりですね、お金だけのことを言っていることだけではないんですね。For example, you can use the money to have a better life. つまりあなたの人生をこのお金を使うことによって、良い人生を送ることができる。You can use the money to do whatever things you like. そしてあなた自身が好きなことをこのお金を使って行うことができます。And just now, Tetsuya-san was introducing the book. 先ほどですね、稲村氏がですね、紹介してくださったこの本。For example, you can use money to do some charity work. この本を、使ってですね、チャリティーワークも可能です。Yeah, in this case, if you buy a copy of the book at any Sutaya bookstore or Kinokuniya bookstore, ツタヤ書店、紀ノ国屋書店でですね、この本を手にしていただければ、yeah, all the royalties that I've collect will be donated to Children Cancer Association in Japan. つまりですね、この、本で、出た、印税ですね、すべて私、日本のですね、がんの子供を守る会の方に、寄付することが決まっております。Yeah, and I still remember Sir Richard Branson, the founder of Virgin Group. He once バ said ージン something. 航空のですね、創業者の、リチャード・ブランソンが言っていたのは、He once said that if we can own many businesses and we can make a lot of money, we can help more people. つまりですね、自分自身の起業をすることによって大きなお金を稼ぎ、そして大きな、人数の人を助けることができるというふうにおっしゃっていました。Yeah, and I still remember Lee Ka-shing, who retired just a few months ago. 数ヶ月前にですね、引退されたリー・カーシン氏。Yeah. Lee Ka-shing, by the way, is the richest person in Hong Kong. 香港で最も、お金持ちで裕福であると言われている人ですね。Yeah, someone once asked him, "You're the richest person in Hong Kong. What are you going to do after you retire?" 誰かが聞いたんですね。香港で最もお金持ちのあなた、リタイアした後何をするんですかと。And then he said that the end point of every entrepreneur is to give back to the society. すべての起業家ですがですね、最後、どういうふうにするかというと、必ず、寄付をするということなんですね。So by investing, we can really change our own world and we can also change other people's world. そしてこの投資というのはですね、あなた自身の人生も変えますが、あなたの周りの人の人生も確実に変えるわけです。Yeah. So for example, Tetsuya-san, who is my mentor on getting the book published, 例えば、稲村氏ですね、彼は私の、本のメンターなんですが、yeah, he has written 3 national bestsellers in Japan. 彼はですね、3回ですね、日本でベストセラー作家というふうに、認められているんですね。Yeah, so he's a businessman. He's a very successful entrepreneur. 彼はですね、大変優秀な、ビジネスマンでもあり、Yep. So through his investing and entrepreneur skills, he can use it to help more people. つまりですね、彼の、起業家としてのスキルをですね、使ってもっと多くの人を、助けているわけです。For example, for last October event, he organized. Robert Kiyosaki came, Robert G. Allen came. There were 10,000 people. そしてですね、去年の10月6日に、彼がオーガナイズ、主催したですね、1万人イベント、ロバート清崎さん、ロバート・アレンさんが参加したものです。Now, I've never seen anyone who could organize an event, 10,000 people. It's really good. 私はですね、今だかつてですね、1万人イベントをですね、本当にやったっていう人を見たことがありません。Yeah, and he did it. しかしながら彼は本当に行動に移したわけです。Yeah, so within one day, he changed the life of 10,000 people. そしてですね、1万人の人の人生を変えたということになります。Yep. So, but what makes
investors and Tetsuya-san different from the rest? じゃあですね、普通の投資家と、稲村さんのこの違いはどこにあるのか。They have learned an extra set of skill. まずですね、もちろんエキストラな、スキルですね。スキルを得る。By owning a piece of a business そして、ビジネスの一部を手にする。that generates multiple streams of income. そして、それが最終的に複数収入につながっていくと。Yeah. So in fact, investing is not as difficult as what most people think. しかしながらですね、投資というのはですね、皆さんが思うほど難しくはありません。And one interesting thing is next week, Thursday and Friday, I'll be in Shinjuku. 来週のですね、木曜日と金曜日、日本に参ります。Yeah, so every once in a while, I'll fly from Singapore directly to Shinjuku. そしてですね、シンガポールからですね、新宿に、行きます。And we are doing a very special closed door session. そしてですね、クローズドア、限られた人数に対してですね、私がセッションを行います。Yeah. And the session is about 3 hours. セッションはですね、3時間となっております。So within these 3 hours, I'm going to compress all the real life investing experience I have for the past 20 plus years. 私のですね、20年における投資の経験をですね、この3時間に、凝縮して、And we're going to zoom into the details step by step. ステップバイステップで本当に詳細な部分をですね、お伝えしていきたいと思っております。Yeah. Using an investing methodology that's been taught in Columbia University since 1920. 1920年代からですね、アメリカコロンビア大学でですね、教授、教えられている、メソッド。So this special closer session, it will allow anyone with no investing experience このですね、スペシャルセッションにはですね、全く投資に、経験のない方、with little capital, そして、資本金がないという方、with little time そして時間もあまりないという方、 on how you can get started investing immediately. その条件でですね、すぐにどうやって投資をスタートすることができるのか。So that by the end of this session, you'll learn how to generate 3 sources of passive income, 1, 2, and 3. そしてですね、この、3時間後にはですね、この1、2、3のですね、不労所得の、得る方法を、Yeah, and when all this passive income is more than your expense, もしですね、この3つの不労所得がですね、あなたの消費する費用を上回れば、yeah, then you become financially free. そこで初めて経済的自由をあなたは手にすることができますよね。But of course, even if you become financially free, some people, they wouldn't want to retire. They still want to continue to do whatever they want. もちろんですね、この経済的自由を手に入れた後も、もちろん人々が今、やっていることをやりたい、続けていきたいという方はいっぱいいらっしゃるかと思います。But the key difference after you become financially free is you can choose to do whatever you want because you want to, not because you have to. しかしながらですね、経済的自由を得た後の、仕事の働き方の大きな違いはですね、自分のやりたいことを、have to つまりやらなければいけないのではなく、自分がやりたいからこの仕事を続けるという選択肢が生まれるということです。Yeah. So the session is next Thursday and Friday, 7 p.m. to about 10 p.m. そしてですね、このセッション、私のセッションですね、来週の木曜日、金曜日、午後7時から10時まで、行われます。Yeah. Do come earlier, maybe about 6:45. ぜひね、6時45分ぐらいに来ていただけると大変嬉しいです。Yeah. And the venue is a Wavelength's office in Shinjuku. そしてですね、会場はですね、ウェブリンク社の、オフィスになります。Yeah, I'll let Wavelength to give you the details of the address. ウェブリンク社の方からですね、その詳細については、ここにまた出していただこうと思っております。So I'm really looking forward to see you face to face so that we can talk to each other. ぜひですね、私、来週日本に行って皆さんと、実際に顔と顔をね、付き合わせて会えることを本当に楽しみにしております。And I really look forward to seeing you next Thursday and Friday in Shinjuku. 新宿で来週の木曜日、金曜日お会いできることを本当に心より、楽しみにしております。Okay, very good. Yeah, thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Yeah. ぜひ、木曜日と金曜日、私も参りますので、ぜひ会場の方にお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。詳しいことは下のところに書いてありますので、そちらを見ていただく、また URL をクリックしていただければ入りますので、皆さん無料ご招待します。ぜひ、たくさんの方来ていただきたいと思います。はい。以上でよろしいですね。お待ちしてます。Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you, Cayden. See you next week. See you. Okay.
Coffee. Yep, Bye. absolutely. Thank you. Bye. Bye.